ラジコンキャンプに行った時に、走らせるために作ってるんですけど、キャンプに行きます。4人います。で、その4人で、まず1個目が C44 のトレイル。で、2個目がキャップアタック。ここにこんな感じで、こう乗せて、ここにこんな感じでつけようかなというふうに思ってます。このビールタイムって書いてあるんで、このトラックでですね、こう運んで皆さんにお届けしたらいいんじゃないかなと。ここで位置合わせをしつつ、こんな感じで、結構重量がありますね、これ。こんにちは、レイウッドです。今回ですね、今制作中のこちらのマシン、C44 の、カスタム内容ですね。カスタム内容をご紹介させていただきつつ、荷台を、これ今何もついてないですけど、この荷台を今作ってるんで、その作業内容の、様子ですね。今回動画の中で作業もやろうと思っているので、その内容をお伝えさせていただこうと思います。で、まず今回こちらのマシンですね、何のために制作しているかと言いますと、次回のラジコンキャンプに行った時に、走らせるために作ってるんですけど、そのラジコンキャンプですね、4人で行くんですが、その時に3つの、遊びですね。3つの遊びをする予定がありまして、こんな感じなんですけど、キャンプに行きます。4人います。で、その4人で、まず1個目が C44 のトレイル。で、2個目がキャップアタック。で、3つ目がアスレチックチャレンジということで、その次回は、なんていうんですかね、そのある程度のルールを決めて、で、それに沿った形で、走らせようじゃないかと。そんな風に考えてるんですね。で、この中にある一番上の C44 トレイル。これのために作ってるのがこちらの車両なんですね。で、ちなみに、キャップアタックとアスレチックチャレンジのために作ってるのが、最近他の動画でも紹介させていただいた、こちらの C24 になります。ちょっと今タイヤ外しちゃってますけど、これがキャップアタックとアスレチックチャレンジ用と。で、キャップアタックとアスレチックチャレンジの方は結構走破性能が求められるんですけど、トレイルっていうのはお散歩走行みたいな感じなんで、どちらかというと、そんなに競技志向っていう感じではなくて、こう、見た目をちょっとふざけて遊べるみたいな、そんなイメージですよね。で、それのために作ってるのはこの C44 なんですが、本当はですね、他の動画でもちょっとお伝えしたんですが、先週ですよね、先週、長野の方に、ラジコンキャンプをしに行って、で、さっき紹介した3つの遊びですね。それをやってこようと思ってたんですが、あいにくのちょっと悪天候で延期になっちゃったんですよ。で、おそらく来週行くんですけど、それに向けて作ってると。で、現時点での進み具合としては、大体今これが5から6割ぐらいできてるという感じで、今回の動画の中で、7割、8割ぐらいまでのところまで、進められたらなという感じで考えてます。で、今回どんな風に作っているかというと、もう、ここにロゴを入れてあるんですけど、これですね。もう、キャンプで、ラジコンして、泊まって帰ってくると言えば、もう欠かせないのが、ビールですと。もちろん人によると思うんですけど、我々いつも行く4人のメンバーはもうビールが欠かせませんよということで、ここにビールタイムって書いてあるんですけど、これを、C44 もともとトラックの形してるじゃないですか。働く車なので、もちろん、これもですね、荷台をカスタムするっていうことなんで、荷台は、ある状態で、作りますと。で、せっかく何かを運ぶんだったらっていうので、いろいろ考えたんですけど、ビールいいなと思って、今回これはですね、もうビール屋さんの古いトラックみたいな、そんなイメージで作ってます。で、今の状態としてはですね、もう本当に、一旦完成してたやつを、ちょっと一回またバラして塗ったっていう状態で、で、ここの荷台ですね。この荷台は、本当は、C44 の結構大きな特徴なんですけど、ここに本物の木の板ですね。板が貼り付けてあるんですけど、それはちょっともう剥がしてしまって、あとここはこんなのが本当はついてるんですけども、これも取っ払っちゃいましたと。で、ここから剥ぎ取った木は、ちょっと今こんな感じになってます。で、これは何に使うかっていうと、ですね、まず荷台がもうプラ板で作っちゃったんですけど、これですね。これが今、もうまだ真っ白ですけど、これからもちろん
今回ですね、今回塗るんですけど、これはプラ板とプラ棒、タミヤさんのプラ板とタミヤさんのプラ棒ですね。で、作った荷台になるんですけど、これをですね、ここにこんな感じで、こう乗せて、で、これをですね、ここにこんな感じでつけようかなというふうに思ってます。で、ちょっとここの下の方の処理をどうするかまだ迷ってるので、ちょっとここまだ長い状態、後でこう切ると思います。切ると思うんですけど、とりあえずこんな感じで、ここにこれが、こうか。こうやってつく。こんな感じですね。こんな感じになる予定です。で、ここの荷台なんですけど、ビールの缶ですね。缶がちょうどこう4つ並べられるようになってます。で、こう立てた場合は4つ並べられるんですけど、一応横に寝かした場合は2つですね。ここに寝かして置けるようになってますと。キャンプ行ってそろそろじゃないですかっていう時に、これにビールを積んで、このビールタイムって書いてあるんで、このトラックでですね、こう運んで皆さんにお届けしたらいいんじゃないかなというので作ってます。で今回この C44 の荷台のカスタムなんですけど、WPL で言うと、この C44、あとは C14 も似たような構造になってるんで、もしですね、こういうトラック系で、このベッドですよね、荷台をカスタムして楽しんでみようかなという場合に、おすすめの車種としてはこの C44 か C14 がですね、おすすめなんじゃないかなと思います。で、今回のこの荷台、このプラ板で作ってあるこの荷台の部分なんですけど、これどんな感じで作ったかっていうと、もう今結構作り込んじゃってあるんで複雑っぽく見えるかもしれないんですけど、実は結構シンプルで、まず、ここ荷台のサイズに合わせて、プラ板ですよね。プラ板を切って、で、横も一緒ですね。そのサイズに合わせて、この横の壁を作って、まず一旦、この細かいところは抜きにして、もう、このお弁当箱みたいな状態。シンプルに四角い箱を作って、で、そこに、後からですね、最初から計画してたわけじゃなくて、一旦お弁当箱を作って、ここに乗せちゃってですね、で、そこからこのプラ棒でこんな感じがいいかなとか、あとは、この後ろの部分ですね、ここら辺もそれっぽく見えるように、で、あとこの後ろの部分なんかも今、ちょっと作ってありますけど、ここも実際後からですね、ここに乗せて、で、これもですね、今外してありますけど、一旦両面テープでここにこうペタッとくっつけて、こう全体のイメージがわかるようにしつつ、ここなんとなくですけどね、こう開いたり閉まったりするようなトラックらしい構造ですね。みたいな風に、ちょっと色塗らないとまだそういう風には見えないかもしれないですけど、ちょっとそんな風に見えそうかなみたいな感じで、作りましたと。で、あと内側ですね。内側もこれも本当にこんな感じにしとけばなんかそれっぽく見えるかなみたいな感じで、ここですね。ここは一回作ったお弁当箱状の箱に薄めの、これ確か1ミリだったと思うんですけど、1ミリとかの厚みのプラ板をもうきしめんのうどんみたいな感じで、これ確か7ミリ幅かそれぐらいなんですけど、でこううどんの麺みたいな感じで一旦切り出してですね、それをもうパチパチ切りながらここにペタペタ貼ってったっていう感じですね。なので、そんなに複雑な作業はしてないです。特に C44 の場合は、後ろ全部取っ払っちゃうと、こんな感じでもうめちゃめちゃ真っ平らになるんで、シンプルにそこにこう、乗せる箱を作ればいいみたいなイメージなんで、そういう意味で言うと結構 C14 に比べると、やっぱり C44 の方が結構簡単にこういうカスタムができるかもしれないです。あ、そうそう。あと、ここの荷台の床の部分っていうか、ここは、もともとはこういう平らなプラ板なんですけど、P カッターっていうプラスチックに筋を掘ることができるカッターがあるんですけど、それでですね、1.5 センチ間隔だったと思うんですけど、で、こう線を入れて、同じくそれっぽく見えるようにしてあるという感じですね。であと塗装か。塗装がですね、今回働く車っていうので、結構ボロい感じに、しようかなっていう風に、イメージして、結構盛大に汚し塗装と錆塗装ですね、をしてあります。結構中もすごい汚くしちゃいました。こんな感じで。こんな感じで、現役で走れるのぐらいちょっと汚いんですけど、こんな感じになってます。
ゆくゆくちょっとフィギュアもですね、ここに載せてみようかなと思ってます。はい。というわけで、じゃあ今回、7割から8割ぐらいのところですね、を進めていこうと思うんですが、今ある程度もう形になってますので、これを今回色を塗ってですね、もうここに取り付けて、で、これですね。これもここにこんな感じで取り付けてっていうところまで、行こうかなと思ってます。でちょっとこれ塗ってきますね。はい。今回は黒サフですね。黒サフをガイアノーツさんの、サーフェサー。黒いやつですね。で、先に塗ってます。まあこんな感じで先に塗りにくい、色の回りにくいところですね。をちょっとこう吹き付けてから、まあ全体をバーっと、黒で塗ったと。で、その後はタミヤさんのスパークリングシルバーですね。それを同じく、まあもう全体にですね、バーっと吹き付けて、塗りましたと。で、ここからが汚し塗装ですね。もう、いつもの秘伝のタレですね。エナメル塗料で、黒と茶色とグレーを混ぜた、ちょっと汚い色のやつを、もう、バーっと全体に筆でですね、もう塗りたくってるっていう感じですね。もう、ここからは、10倍速で早送りにしちゃってるんですけど、もう、本当にこんな感じで、全体に塗っていって、今回、一旦シルバーに塗ってますけど、シルバーにしたいっていうよりは、なんか、もう長年使い込まれた、ちょっと金属っていうような、感じにしたいなっていうので、そんなにですね、もう、後から塗ったこのエナメル塗料の、ちょっとどす黒いこの、エナメル塗料ですね。これはもう塗ってそんなに強く拭き取らないっていうような感じでやってます。でもとにかく塗って、ちょっとこう様子見ながら、まあ、しっかり乾燥させる前にこう結構拭き取るみたいな作業を繰り返してるっていう感じですね。で、ここからちょっとサビっぽさを表現するためにところどころですね。これはレッドブラウンっていう、タミヤさんのエナメル塗料、レッドブラウンっていう色なんですけど、それを、まあ、元々のこのタレと混ぜながら、先に塗った色と混ぜながら、あんまり浮かないようにしながらこう、塗ってるっていうような感じですね。で、この辺からはもう、全体を見ながら、そのサビの色を入れたり、タレですね。タレを塗ったりっていうのを、繰り返しながら、まあ、雰囲気がいい感じになったところは、もう触らずに残して、で、気になるところはまたちょっとやり直してっていうような感じを、繰り返しているという感じですね。はい。というわけで、荷台の塗装がですね、完了しましたので、ここからはもう、組み付けですね。組み付けをやっていきたいと思います。で、まず、これですね。こっちも一応浮いてしまわないように汚し塗装をですね、軽くしてあるという感じなんですが、これをまず、ここにですね、取り付けたいと思います。で、ちょっとまだ、この辺、動画の最初の方でも言ってたと思うんですけど、ここをもうちょっと多分工作すると思うので、最終的にはもうがっちりとですね、エポキシ接着剤みたいなもので、ここを接着してしまうのがいいかなと思ってるんですけど、今回はですね、まあ、一旦仮で両面テープで留めておくようにしたいと思います。あんまり強力なやつにして取れなくなっちゃっても困るので、ちょっとこの普通の紙の両面テープですね。これで留めたいと思います。で、これを、ここですね。ここに、ちょっと場所合わせ的な感じで、ここに当てつつ、で、こんな感じですね。これで位置は間違いないと思うんで、ちょっと押さえて、そうですね。これで、まあ、とりあえずの取り付けとしては十分貼り付けができてるかなと思います。で、反対側も一緒ですね。ここで位置合わせをしつつ、貼り付けると。はい、最終的にこんな感じになりました。ちなみにここも、ロゴですね。まあ、オリジナルデカール作って貼り付けました。で、これを
ここにこう乗せるんですけど、あ、屋根がない。ちょっと屋根つけますね。はい、屋根つけて、で、荷台の取り付けは、ちょっとある程度強力な両面テープで取り付けておこうと思います。これもいずれしっかり接着か何かしらの方法で、しっかりとですね、取り付け、していくと思うんですけど、まだちょっと工作をしたり、どこか改良したりする必要が出てくるかもしれないので、これも一旦、これでも結構十分強力についちゃうと思うんですけど、一旦仮止めっていう感じですね。何かあった時に、一応外せるようにっていう感じですね。ちょっと位置合わせしやすいように一旦外しますか。外してから、これが、こうつくんで、こうですね。こうやってやって、しっかり見ながら、貼り付けると。OK ですね。で、これまた元に戻します。はい。OK ですね。これで、荷台の方取り付けることができましたと。はい。これで今回やりたかった荷台の工作と取り付けですね。ができました。ここで一旦ちょっとビールがちゃんと乗るかっていう、本来の目的ですね。ビールがちゃんと乗るかっていうのを、確認してみたいと思います。はい。じゃあちょっと本当にビールですけど、乗せてみます。こんな感じで、結構重量がありますね、これ。これ多分、リアが沈みすぎちゃうんで、ちょっとこれ、あらかじめリアだけまた車高を上げておくか、何かしらめちゃめちゃ沈んでますね。これちょっとリア、硬くした方がいいですね。もう、ビールを運ぶために、ちょっともう硬くするみたいな。それも今後ですね、改良して、工夫してみたいなと思います。ちなみに、2本乗せの場合は、こうなりますね。こんな感じですね。はい。ちゃんと運ぶことができそうです。あとちょっとこうしようかなと思ってるのが、こんな感じで、ちょっと、またプラ棒かなんかで、ここの下に入れる、ステーじゃないですけど、なんていうんですかね。このビールをこう斜めに、こう固定できるような、支柱っていうか、そんなようなのを作って、こんな風に運びつつ、で、今回あえて、全部プラ板でお弁当箱みたいにして作ったんですけど、最終的にトップコートでコーティングして、で、これどこにも穴がないので、ちょっと氷とかを入れて、氷で冷やしつつ、こうなんか運べるみたいな。そんな無駄にそういう工夫をちょっとしてみようかななんて思ってます。はい。というわけで、今回ですね、やりたいところまでは進めることができたので、7、8割ぐらいのところまで来ましたと。あとは、ここからですね、見ての通り、このグリル、フロント周りとか、ウィンカーとか、あと、ガラス系ですね。この辺がまだついていないので、この辺をですね、引き続き、ちゃんと作って、あとは、ちょっとこのテールランプですね。このテールランプの辺も、ちょっと、できれば電飾したいかなっていうふうには思ってるんですけれども、そこをやりつつ、あとこの横もですね、もうちょっとそれっぽく、プラ板か何かで、工夫をして、それっぽく見せられるようにしたいなと思ってます。なので、もしかしたらまたその2みたいな感じでご紹介させていただくかもしれないです。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。